皆様の中にも話上手になりたいなとか、お話上手になりたいなと思う方結構多いと思うんですね。どうすればローランドさんみたいに自信を持った堂々としたかっこいい男になれるか教えていただけたらなと思います。ちょっと楽したいみたいな気持ちがあるからそういう質問すると思うんだよね。ここってさらないさやらないんですよ。ネガティブな人しか持っていない特徴っていうのはあるよ。少女漫画に意外とね、人生の大事なものが詰まってると思ってて。今日は何ですか？学祭ですね。何の学祭ですか？早稲田祭です。どうですか、東大生が早稲田来る気持ちはどうですか？僕あれなんですよ、早稲田落ちたんで。落ちたの？早稲田落ちたんで。そうなんだ。僕入れなかった。入れなかった大学だ。東大生が入れなかった大学なんで。じゃあちょっとリベンジですね。リベンジしないとじゃあ。今回ちょっとイベントを主催させていただいております、小池です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ本日ちょっと MC も務めさせていただいたので、事前説明みたいなので伺いました。もちろんもちろん。どうぞ。はい。ああ、なんて優しい。ありがとうございます。可愛い子ね。いや、嬉しいです。もうめちゃくちゃ楽しみにしてました。本当ですか？今回応募者数も一番伸びてまして、すごい今回も応募締め切りを前々日にして、それでももういっぱいっていう感じのあ、そうなんだ。大人気です。皆さんこんにちは。早稲田大学法学部3年の小池です。今回皆さんすごく満席なぐらい会いたいであろう、なんとローランドさんにお越しいただいてます。それではお呼びします。ローランドさん、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まだ立つスタイルしてみたのね。ありがとうございます。すごいですね。こんな盛り上がったイベント初めて見ました。いや、嬉しいですよ。そしたらもう早速トークショーの方に移りましょう。まず1問目の行きましょう。ローランドかそれ以外とかいう独自の考え方はいつ頃から確立されたんでしょうか。はい、はい、まあ、緊張する。ありがとうございます。ありがとうございます。気遣い大事なんで、メンズ職はちゃんとやってください。いや、俺か俺以外かという考え方なんですけど、皆様の中にも話上手になりたいなとか、お話上手になりたいなと思う方結構多いと思うんですね。で、話うまいって、そういう定義が難しいじゃないですか。僕が思う話がうまい人って、短い言葉で人の心を動かせる、それが僕話うまいっていうことの定義だと思うんですよ。長い話で心を動かすって実はそんな難しいことじゃないんですよね。という中で圧倒的な唯一無二ですよ僕はっていうことを一言でこう表現するのは何がいいかなと思った時にいろいろ考えた挙句出てきたのがこの俺か俺以外かという言葉で、メディアで始めた5年ぐらい前ですかね、できたのは。ローランドさんの本を拝読するほど大ファンです。ありがとうございます。そのローランド様はミニマリストで物をあまり持たない印象です。私も憧れてやってみたいと思いますが、なかなかできません。ついつい物を買ってしまいます。何かコツはありますか？ということです。なんだろう、何買うかによるんだけど、例えばなんか服とかを買うとするじゃないですか。Z 世代とか特にね、TikTok とかでこうスワイプするといいバッグ持ってるやつとかいい生活してるやつがいっぱい出てくるじゃないですか。だからそういうのを見て、いや私もあれ欲しいなとか思う気持ちは結構わかるんですけど、突き詰めていくとそういうもので自分の価値を上げたいなとかっていうちょっとした下心があるからだと僕は思うんで、自信がつくにつれてなんか結構シンプルな装いでも別に自分に自信があるからそんなに気にならないなと思えてくると、アクセサリーの量とか買う服が減ってきたりとか、よりこうなんか物よりも思い出とかにお金を使えるようになるので、自分に自信がこういかにあるかっていうね、自信をつけましょうというところです。はい、自信をつけましょうとのことです。はい。挫折しても立ち上がれる理由を教えてください。俺今平成4年生まれなんだけど、どっちかというとゆとり世代で、俺の世代のなんか少女漫画とかはめっちゃ持ってるさ、学校のこう行き
ケメンとかがいるわけよ。でみんなを口説けるんだけど、なんかちょっと思い通りにならない女に出会った時になんか面白い女って言うんだけど、この感覚わかるのかな、セットしてわかる。で挫折した時の正しい捉え方って割とその少女漫画のくだりに似てて、もちろん僕もねうまくいかないこととかあるんですよ。うわミスったなとか、その時に僕が思うようにしてるのは、なんか面白いなと、この俺と思ってしまできないことまだあったんだっていうふうに無理やりでも考えるようにしてるんですよね。だからみんながまあ勉強でね単位落としましたとか、なんか仕事でミスっちゃいましたとか、なんかいろいろあると思うんですよ。そういう時にうわ俺単位落としちゃったなとかって思えるんじゃなくて、この俺でも取れねえ単位がまだこの日本にはあったかとワクワクすると思ったら、それって挫折っていうよりも一個のチャレンジに変わるわけじゃないですか。だからそういうその少女漫画に意外とね人生の大事なことって詰まってると思ってて、なんか挫折の捉え方はこいつ面白い女だなっていうような感覚で捉えてみましょうと。今度はちょっとなんか相談みたいなはい、なんでしょう。質問です。彼氏がメンヘラすぎて困っています。安心させる方法を教えてください。安心させる方法、なんだろう、ローランドの YouTube でも見とけと言ってくれたらいいんじゃないですかね。実はネガティブな人もストロングポイントを持っていて、ネガティブな人って、ネガティブになんでなれるかと、最悪のケースをちゃんと想定できるからネガティブになることができるんですよ。だから言い方を変えると、危機察知能力とか危機管理能力が高いですよね。もちろん明るく生きた方がね、人生楽しくなると思うけど、ただその全部が全部ネガティブが悪いわけじゃなくて、部分でネガティブな人しか持っていない特徴っていうのはあるよって思うと、自分がネガティブであることをそんなにこう悲観的に思わなくなると思うんで、ものは考え方なんでねっていうことを彼に伝えてあげてください。わあ素敵、もう素敵なコメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。せっかく浅田さんいらっしゃったということで、浅田さんのイメージについて教えてくださいと。結構無茶ぶりですが。忘れますよ。なんだろう、博多のパパの駅で吐いてるイメージ。嘘ですよ。体育会系の数がめっちゃこうガッツあるイメージなんですよね。そうですね。僕体育会系だったんで、やっぱ早稲田か慶応か選べたら俺早稲田行くな。おお、嬉しいですね。それは嬉しいですね。もう早稲田生大喜びです。はい。ありがとうございます。まずお願いします。はい。会場の皆さん。行っちゃいますか。早い。早いね。選ぶのむずいね。ちょっと選んで。黄色の彼がもう黄色の彼。はい、黄色の手挙げる彼ですね。大学2年生の大谷翔也と言います。どうしても自分に自信が持てない部分があって、どうすればローランドさんみたいに自信を持った堂々としたかっこいい男になれるか、教えていただきたいなと思います。自信どうやったら持てますかっていうような質問、結構実はされるんですよ。正直言うと、自信どうやったら持てますかっていう質問の根底掘り下げていくと、ちょっと楽したいみたいな気持ちがあるから多分そういう質問をすると思うんだよね。そうだからまず自信どうやったら持てますかっていう質問をするのをやめようと。なぜなら楽に自信なんて持てるようにならないんですよ。自信持つために具体的にどうしたらいいかという方法をね今から説明すると、例えば1年365日あるじゃないですか。で寝る前に自分をこうね、今日どれだけ夢とか目標とかやらなきゃいけないことに向き合えたかなって採点するとして、で100点とは言わないけど80点ぐらい頑張ったなみたいな日が365日一体何日ぐらいあるんだと。で今日はじゃあ80点ぐらい頑張ったなっていう思いながら眠れる夜はどれぐらいで365日中10日ぐらいです。そうだな10日ぐらい、みんなそうなんですよ。多くて30日とかで、逆に言うけどそんな生活でどうやって自信を持つことができるんだいと。もちろんコツとかあったら今すぐでも教えてあげたいぐらい自信をみんな持ってほしいんですよ。でもやっぱり今のところ拙い31年の人生の中でやっぱり日々努力する以外の、方法が今のところ見つからなくて、だから純粋に頑張る日を増やすっていう、頑張らなかったら自信なんて持てるようにならないし、俺も365日毎日頑張ってるわけじゃないけど、多分300日ぐらいは俺結構頑張ったなと思える日が日なんですよ。だから多分結果的に自信を持てていると思うので、そういう日々を過ごしてくださいねっていうのが結局自信を持つための方法かなと思います。じゃあ女の子行ってみるか。行くじゃあ彼女。はい。社会人のミハルです。お願いします。ミハルさんね。はい。今日5年付き合ってる彼氏といたんですけど、彼氏ですか5年付き合った彼氏とマンネリ化してて、それをいやそうでした。
なるほどね。マンネリしてんだ今2人。確かにな、全然仲良くなそうだからさ。言われるのカップルって気づかなかったわ。わかりました。じゃあ座ってください。はい、みはるさんね。お悩み中の気まずいな、なんかな。わかんないよ。男だから男の肩持つわけじゃないけど、割と俺女の子に変えるべきことたくさんあるなと思ってて。なんだろう、女の子って愛されれば愛されるほど嬉しくなって綺麗になっていくじゃないですか。でやっぱりいい人って自分がされて幸せなことを相手にもしてあげたいと思うから、カップルになったら相手を愛してあげれば愛してあげるほど素敵になっていくのかなって思って愛しちゃうじゃないですか。でもごめんなさいね、男って魚に餌やらないんですよ。だからいやこいつ俺にハマってんなとかって思うと努力しなくなっちゃうんですよね。その男の特性をちょっと理解する必要があるなと思って、だから女の子に特にカップルでうまくいかないなとかマンネリ化したくないカップルによく言うのは 100% あなたのこと好きだけど 100% あなたに惚れてると思ったら大間違いだからねっていう態度を出すとかミステリアスさを出すとかっていうところを男に対して提示すると、男って気抜いたら取られちゃうのかなとかって思ってやっぱり常に頑張ろうとするわけですよ。男って口説く時一番頑張るからで口説いちゃうと頑張れなくなっちゃうんで、完全に落ちきらないっていう UFO キャッチャーのあの瞬間ね、取れそうで取れないじゃん。あの状態をいかにキープできるか結構大事で、だからね、みはるちゃんは多分彼氏を安心させすぎてんだと、もう彼氏がもうみはる俺にハマってんだって多分思っちゃってるんだよね。だからちょっと随所でローランドの話いっぱいしてるけど、いやーローランドさんって今日も素敵だなとか、ローランド頑張ってくれなかったらローランドも行っちゃおうかなとかね、そういう話をしてたら多分彼氏頑張ると思う。多分そうだよ、分かるでしょ俺の言うことね。分かるよな、男ってそうなんだよ。分かるよ。そう、男って頑張るアホな生き物なんですよ。男を頑張らせたかったらまあちょっとそういうね駆け引きしてみてはどうでしょうっていうようなね、そんな回答です。おはようございます。大学4年の青谷って言います。やっぱりローランさんのメディアであったり、こうやって話したりしても、すごい本当にやっぱ自信に満ち溢れてて、完璧みたいに見えるんですけど、ローランドさんが考えるローランドさん自身の不安だったり弱みみたいなのがあったら教えてほしいです。はい、弱みね、弱みね、でも弱み結構あって、結構たくさんコンプレックスはあるし、多分みんなもコンプレックスあって、コンプレックスあることがなんかちょっと恥ずかしいことだなとか思ってたりしないですか？そうだよね、コンプレックスあるで恥ずかしいな、コンプレックスない人間になりてえなって思うと思うんだけど、俺はコンプレックスをなぜ持つかというと、今の現状の自分と理想の自分の差があるからで、現状に満足してなくて野心があるからだと思うのよ。だから俺はコンプレックスは原動力の表れだと思うし、向上心の表れだと思ってるから、俺コンプレックスめちゃくちゃあるけど全く恥ずかしいことだと思ってなくて、こんな現状でそこそこいい人生を送れてるのにまだコンプレックスを持ててるんだと、まだまだ上に行こうっていう野心が心の中にあるんだと思うともうワクワクするわけですよ。だから恥ずかしいことじゃないし、さっきも言ったようにそれは君たちの原動力の源になるから、それを受け入れて別に恥ずかしいと思わずに向き合っていきましょうねっていうところが、僕としての回答になるのかなと思います。ありがとうございました。